水面に映る変わり果てたその姿に少女は絶句した。体中に絡みついていた茨や鎖がボロボロと崩れ落ち、やがて少女は思い出す。己の過ちを、罪を。だからもう帰れない。この落とし前は自分自身の手でつけねばと、秘めたる力を持つ財宝を奪い去り、ディアベルゼと名乗る白魔女は回答を導き出した。アステーリャ、最後にもう一度だけ罪を重ねる私を許してほしい。神に背く罪を。黒ずきんの目視へようこそ。診断スプリームダークネスにて白き森及びアザミナ神器が登場です。目玉となるのは白き森のリゼットがアザミナ化した姿、白き森のアザミナリゼットで、その名の通り白き森及びアザミナカテゴリーに含まれます。このカードの登場により、以前難儀していたアザミナ白き森がようやく形になっただけでなく、白き森のシルビーが完全一枚書道になり、展開に魔法罠コストが必要だったり、誘発受けが悪いといった白き森の初動問題をまるっと解決してくれました。今回のアザミナ白き森、これまで紹介してきたセンチュリオン白き森や西岸白き森とも肩を並べられると言っても遜色のない強化となっています。また、これから白き森を触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅した白き森の教科書を開きました。白き森を一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、白き森がより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。目次です。3章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章新規の紹介。では早速新規カードたちの紹介をしていきましょう。1、白き森のアザミナリゼット。禁断の果実を口にしたリゼットがアザミナ化した姿。このカード自体は単体書道にこそなり得ないですが、これまで書道として微妙だったシルビーを最強書道に変えたキーカードです。丸1効果により手札の自身を見せることで、手札から白き森かアザミナモンスターを SS できます。この効果では自身を特殊召喚することもでき、これまでアステーリャが絡まないとレベル2が不足する都合、展開が伸びづらかったシルビーやリゼット書道からでも展開が伸びるようになり、このカードの存在は実質的に書道枚数を増やすことに貢献しています。丸3効果はシンクロ素材になった時、財宝カードをサーチする効果。魔性ルシエラやヨーマディアベルをシンクロ召喚しつつ、この効果で財宝の欺きをサーチすることで、白き森展開からアザミナ展開へとつなげていきます。余談ですが、次に紹介する白き森の財宝のテキストからわかるように、アザミナ側から白き森へと展開することは不可能となっており、もう白き森へは戻れないことが示唆されているようです。丸2の融合効果はあまり使わないですが、当日の聖アザミナを正規の素材で融合召喚する際に用いることがあります。2、白き森の財宝。再三にわたって示談で白き森の財宝が来ると連呼していましたが、見事予想的中です。効果こそアザミナから白き森展開へと移れるものではなく、初見時は少し落胆していましたが、まさかそれを含めてのフレーバーだったとは。効果は白き森魔法罠の共通効果に加えて、手札の悪魔族、幻想魔族、魔法使い族を SS するか、手札場のモンスターを使って融合召喚するかのうち一つを選ぶ効果。言い伝え同様発動条件が厳しく、続行魔法であるためにセットしたターンに発動できないことも相まって、
基本的には後者の融合召喚効果を相手ターンに使って妨害することになります。融合召喚先の筆頭はガーディアンキマイラで、相手ターンに展開、墓地リソースを回収できる白き森では、キマイラの融合素材を確保しやすいです。このカードの進化はまさに名前が強いことです。アザミナ白き森においては基本的にどのサーチャーからでも触ることができ、それだけで一定の価値があります。3、聖アザミナ。聖なるアザミナが開花し、その中からはアザミナの妖魔らしき人物が顔を覗かせています。アザミナの妖魔の正体は明らかになっていませんが、白き森の妖魔ディアベルとレベルステータスが一致していることから、白き森唯一の幻想魔族である妖魔ディアベルこそが、リゼットラをアザミナ化させた元凶で、彼女が所有していた財宝の力をアステーリアが吸収した形なのでしょうか。レベル10ということで、アザミナモはレジーナ同様、アザミナ魔法を使って召喚するには消費が重く、展開を試行錯誤していると、アザミナリゼットやドロドロゴンの効果で正規の素材で融合召喚するのが効率的でした。丸1効果は自身及び相手の場、墓地、除外ゾーンのカードを対象に取れなくする永続効果。一見地味ですが、自分のカードを対象に取って展開するテーマは結構あり、環境トップのマリスをはじめとした一部デッキにおいては致命傷となります。丸2効果は召喚したターンにデッキエクストラデッキからアザミナを SS する効果。この効果でアザミナモアレジーナを出すことで、このカードの素材にしたアザミナムールシエラーゴやアザミナレアシルビアを蘇生したり、相手ターンにアザミナもしくは財宝カードの効果を発動することで二面除去を狙えます。エクストラの余裕がなければ不採用にしても構いませんが、白き森のフル展開では最低でも5妨害構えつつこのカードを並べることができますし、何よりメタとして非常に優秀なのでぜひとも採用したいところ。他にも先ほど触れたアザミナの妖魔やアザミナアーフェスといった新規も配られましたが、アザミナの妖魔は自己要因になるカードで、アーフェスについては白き森魔法罠共通の回収効果を内蔵しつつ、かつ白き森名称としても扱える優秀なカードでしたが、サーチする余裕がなかったので今回不採用にしました。白き森の悪魔同様、展開が通る前提の効果ですし、新規カードについての理解をなんとなく深めたところで実際の展開を見ていきましょう。第2章展開の紹介。まずはシルビー単体書道の展開です。これまではシルビーから動くにしても、リゼットを場に出力するためのコストが必要でしたが、アザミナリゼットの登場により、シルビー1枚からでもなかなかの盤面を作れるようになりました。言い伝えでアザミナリゼットをサーチし、その効果で自身を SS。2体で白き森レベル6シンクロをシンクロ召喚し、素材となったアザミナリゼットの効果でアザムキをサーチしたら、ここからは以前の動画でも紹介したアザミナ展開です。アザミナ展開がわからないよという方は、動画説明欄から以前アップしたアザミナ白き森の動画を参照ください。最終盤面はバロネス、シルビア、モーリアンの計3妨害。2回の万能無効に加えて、モーリアンによるフリチェ除去と抜かりがなく、財宝の欺きにより2巡目の構えもできています。貧弱な盤面しか作れなかったシルビー書道でしたが、ここまでつながるようになったのは大きな進歩です。ここからはシルビー、リゼット、アスペーリャプラス魔法罠コストの2枚書道による白き森書道それぞれにつき3パターンの計9パターンの展開を紹介します。9パターンと聞くと多いですが、これは皆さんのエクストラデッキそれぞれの空き枠に対応できるよう考案したもので、9パターンすべてを覚える必要はありません。各白き森書道につき3パターンあるとお話ししましたが、1、エクストラ枠を圧迫しないコンパクト展開。2、黒シープやセレーネを使って展開を伸ばしていくアポロウーサ展開。
3、聖アザミナを出すことを主目的とした聖アザミナ展開の3つの展開に、いずれの白煙書道であっても分類されます。そのため、デッキやエクストラの空き枠に応じて、3パターンの展開の中からベストなものを選んでいただこうというわけです。今回紹介するアザミナ白煙の構築では、アポロウーサや聖アザミナを最終盤面に残せるフル展開が可能です。それではまず1、エクストラ枠を圧迫しないコンパクト展開について、シルビー、リゼット、アステーリャの出力が上がっていく順に紹介していきます。チェーン1、聖なるアザミナ、チェーン2、財宝狩りの悪魔と発動することで、ディアベルスターをサーチしつつ融合召喚ができてコスパがいいです。最終盤面はマスカレーナ、バロネス、シルビア、モーリアンの計5妨害。リゼットやアステーリャ書道の場合、災いなりをサーチする余裕が生まれてきます。最終盤面はローマディアベル、バロネス、シルビア、災いなり、モーリアンの計5妨害。最終盤面はローマディアベル、バロネス、シルビア、災いなり、モーリアンの計5妨害。リゼット初動と妨害数は変わらないですが、こちらの方がリソースが多く残りました。続いて2、黒シープやセレーネを使って展開を伸ばしていくアポロウーサ展開を紹介します。エクストラ枠はやや圧迫してしまいますが、リンク値を大きく伸ばすことができる展開で、先行ではアポロウーサ、後攻ではアクセスを立てることができるため、個人的にここまでは採用を推奨します。それでは先ほど同様、シルビー、リゼット、アステーリャの順に紹介していきます。アポロウーサ展開では、まずは黒シープを出力しつつ、そのリンク先にアザミナを融合召喚することを意識して展開しましょう。
シルビーの融合召喚時、黒シープの効果で墓地のアステーリャを蘇生。セレーネの効果で墓地の魔法使い族を釣り上げることができます。最終盤面は二素材アポロウーサ、シルビア、ヨーマディアベル、マスカレーナ、白き森の財宝の計7妨害。任意の罠をコストにして展開する場合、財宝狩りの悪魔のワンドローを早い段階で使ってしまうと、セレーネの蘇生効果の条件を満たすことができなくなるので、必ずセレーネを出した後に使うか、もしくはシルビー書道のようにフェアベルスターからは白き森の財宝を持ってきましょう。最終盤面は二素材アポロウーサ、バロネス、シルビア、マスカレーナ、モーリアンの計7妨害。最終盤面は二素材アポロウーサ、バロネス、マスカレーナ、シルビア、モーリアンの計7妨害。リゼット初動と妨害数は変わらないですが、こちらの方がリソースが多く残りました。最後に、聖アザミナを出すことを主目的とした聖アザミナ展開を紹介します。今回紹介するアザミナ白き森ギミックだけでデッキが完結している場合は、こちらの展開を覚えましょう。それでは先ほど同様、シルビー、リゼット、アステーリャの順に紹介していきます。シルビー書道を除く聖アザミナ展開では、黒シープでアザミナリゼットを蘇生して彼女の効果で聖アザミナを融合召喚していくのがミソです。2枚の財宝カードを素材にして聖アザミナを融合召喚。聖アザミナの効果でレジーナをエクストラから SS し、この効果で墓地のルシエラーゴを釣り上げます。最終盤面はマスカレーナ、バロネス、レジーナ、モーリアンの計5妨害プラス聖アザミナ。
黒シートの効果でアザミナリゼットを蘇生。聖アザミナの融合召喚条件であるレベル6以上の融合モンスターとシンクロモンスターを場に残しつつ、アポロウーサを目指します。アザミナリゼットの効果で聖アザミナを融合召喚。最終盤面は2素材アポロウーサ、マスカレーナ、レジーナ、シルビア、モーリアンの計7号外プラス聖アザミナ。リゼット初動と異なり、セレーネの効果で魔性ルシエラを蘇生すれば、バロネスを残しつつ聖アザミナを出すことができます。最終盤面は2素材アポロウーサ、バロネス、マスカレーナ、レジーナ、シルビア、モーリアンの計8妨害プラス聖アザミナ。第3章構築の紹介。まずは初動3種の優先度の逆転について。これまではアステーリャ、リゼット、シルビーの順で優先されていましたが、シルビーが完全1枚初動になったことにより、誘発受けまで加味するとシルビー、リゼット、アステーリャの順になります。そのためアステーリャは最低1枚の採用で問題ないですが、シルビーだけでは初動が不足している点、展開であったように結局欺きのコストのためにアステーリャをサーチするケースが多いことからフル投入しました。またアザミナリゼットの登場により言い伝えのバリューが相対的に向上しました。アザミナ出張では比較的発動条件を満たしやすくなりますし、貫通札兼コストとして優秀なので、優先的に採用して問題ないと思います。災いなりも変わらず最強なので3枚です。先行で誘発をもらった際の安定感が段違いです。無理にサーチする必要はなく、素引きした際は最終盤面で最低限白木森モンスターが1体残るように工夫しましょう。新たに登場した目覚める財宝については使い勝手が悪かったので、同等の役割を持つモーリアンは続投。チキンレースはディアベルスターのコストにもなれるので、他手札誘発とのトレードオフです。エクストラの入れ替え候補としては第1にアクセス、第2にレジーナと聖アザミナです。サイドは入れ替え候補先です。白木森の財宝は欲しい場面が少なかったので、ひとまず不採用にしています。キマイラも同様。ドロドロゴンはいなくても聖アザミナ展開を確立できたので不採用で問題ないと思います。白木森での異変に始まり、アステーリャ、リゼットラの今に至った経緯が今回の新規でひとまず描き終わったように感じます。効果はもちろんバックストーリーも含めて最後の最後でいい新規をもらえて黒ずきんは感無量です。余裕があれば純白木森についても紹介し、年末から年明けに来るであろうマスターデュエルの実装に備えられたらと思います。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。